ャンピオンでっていう時代がすごく長かったですね。あの時代長かったですよね。そうだね、結局その丸9年で1回目引退したんだけど、そのお前あと1年できるだろうと会社からも言われたんだけど、あと1年やったら何かが変わると思って崩れるっていうような気がしてね、やっぱじゃがいことは強いままやめなきゃいけないというイメージが自分の中であったんで、まあかっこつけだよね、考えてみればそうなんだけど、でも私はまだできるうちにやめようと思って、そのとすいません、復帰したんで何の関係もないんですけどねだけど当時はないので、だからこれからは第2第3のじゃがいことを作ろうと思って、コーチにその後についてんだけど。でも引退された後っていうのはブランクがありましたよね。引退してすぐにコーチではなかったですよね。いやでもすぐだったよ、意外と。すぐでしたか。全く何も外の世界には行かずにっていう形で。外の世界に行ったのはコーチを辞めた時なのよ。あ、コーチを辞めて。コーチ辞めてちょうどテレビ撮りもあんまりなくなって仕事がなくて、私の後輩がスポーツショップの店長やってたんで、そこでアルバイトさせてもらった時はそうなんですか。それが初めて時給っていうものをやった時だね。27歳6歳7歳か8歳27歳か初めてですよね。15歳から女子プロレスずっと始めて時給初めてもらったのが27歳。いくらだったんですか、時給その時。今でも覚えてない、640円。時給640円。それで私12時からそのお店に入って初めて遅いですね、12時からちょっと待ってください、社長出勤ですよね。10時からと遅番みたいなのがあってそういうふうにあったんです。それで12時から夕方までっていう感じだったんだけど、入って1時間経って「じゃあ横田さん食事行っていいですよ」って言われて、お昼ご飯で行って、目の前の定食屋に行って700円のサンマ定食食べて、今まだ640円しか働いてねえのに700円かっていう金銭感覚が、そういう感覚がもうそうです。今まではもう毎月何百万とかもらってたのがいきなりもうマイナスだわと思った覚えがあったまだ640円しか働いてないのに700円でマイナスだって。でもその金銭感覚っていうのはすぐにその640円の金銭感覚に戻れたんですか。戻れたっていうか、やっぱり戻れないんだよね。やっぱり戻れないので。ですよね、やったことがないんですもんね。ないの。どうなんですか、それは。どこを切り詰めていくんですか。いやでも借金したかもしれないね。カードで借りられるっていうのを、キャッシュを借りられるのって限られてるじゃん、ないから、だから50万枠ぐらいのカードを持ってたかもしれない、それでキャッシングして、次の月に返してっていう、ちょっとずつだから減らないんだよ、ずっと。そうですよね。誰も逆に増えていく感じですよね。なっちゃう。ただ50万以上は借りられないので、だからそれ以上大きくはならないんだけど。でも一応ジャガさんの生活の中で50万以内でっていうのが一応できたんです。いや50万以下もいいとこだよ。だってもう借りられるの50万だけど、50万もう借り切っちゃってるんだから。借り切っちゃってるから、ほら2万返したけど、次枠がまた2万開くとすんじゃん。そしたらそれの繰り返しだから、そういう借金の仕方はしたね。どうだったんですか。やっぱしじゃが横田コーチからその普通の本当に横田に戻るっていう。辛かったのはやっぱ盗み泥棒はできないので、そうかといって親からちょっと貸してとかちょうだいとか言えないから。それ言えないっていうのはやっぱプライドとして言えなく、言えないし心配かけるからだね。やっぱ15で入ってるので、お金配ってるのかなとか。親は分かってたかもしれないけどね。不意に実家帰った時とか、お小遣い3万ぐらいも出してくれたりとかしてたもん。でも苦しいからついついもらっちゃった時もあったので、だからその時やっぱり辛いななんて思ったけど、結局じゃが横田はそういう苦しくても周りの状況っていうのは何も変わらないのよ。だから冠婚葬祭も呼ばれるし、その辛い時の例えばご祝儀に包むお金が足りなくて借りた覚えもある、うちの親にね。だからその時の情けなさ、もちろんその後返したけれど、周りはやっぱ私の大変な状況っていうのは分からないじゃん。そうですよね。だけど同じように回ってる周りは、私の名前も変わらないし、だからその時のやっぱり蓄えはちゃんとある時にしとかなきゃいけないんだよって死んだ母がね言ってたけど、その時はもうそんだ分かったみたいな、もうそんな感じだったなと思う時、やっぱお母さんの言葉をちゃんと言うこと聞いてればななんていうふうには後になってはね
思ったけどね。それがやっぱ若気の至りじゃないけど、人より遅いので若気の至りがね、10代の時にブル君も同じだと思うけど、でもそのお金がないっていう辛い思いをしながらのまた復帰には行くんだと思うんですけども、その行くまでっていうのはやっぱりこう自分の中で普通の人の横たり身としての生活ともともとの栄光のジャガー横田っていうのがこう2つありながらの生活をどうこういうふうにやっていったんですかね。その大変な時期が終わらないんだけど、ある程度そんな長くないんで2、3年の話なんだけど、そうこうしてる間に東京ドームであったでしょ。ありました。はい。なんだっけ、対抗戦の対抗戦、あれの時に OG 戦で出させてもらったのよ。あ、試合でですか、それは。そう、OG で10分間のエキシビションかなんかで、それ相手誰ですか。アスカとバイソンかな。バイソン、私が小倉由美。はい、小倉由美。はい。で10分間やった時にやっぱりみんな OG というのがあるからすごい歓声なわけよ。それで私はコーチやってたから動けたので結構まだできるじゃんみたいなのがあって、あと歓声、また東京ドームだからそれを言った時にもう呼び戻されちゃった。それで私は復帰をしちゃったの。そうなんですね。それがきっかけで復帰して。でもやっぱり本当に久しぶりのリングで試合で昔と同じような歓声、多分それ以上の歓声があったと思うんですけども、人数もすごいしっていうのがあって、それに呼び戻されて復活しないかみたいな話もあったので、それでフリーとして前場に出させてもらったんだけど、それでやっぱりレスラー、どこにいてもレスラーならやめてもだったらレスラーやった方がいいかなっていう、リングの上でレスラーのがいいかなと、まだ体動かせるしみたいな。ジャガーさんの気持ちの今までの中では絶対に復帰はしないと思ってたと思うし、あとやっぱりいい時に辞めるっていうのがその若い時はあったけども、やっぱりやるっていうふうに、プロレスに対してもそういう気持ちになったし、やっぱり何もないんだなと思って、プロレス以外私は何もないんだなと、結局潰しが効かないで、人にはレスラーと思われる、だったら向いてるものをやった方が食べていかれるのかなっていうような逃げみたいなものもあったと思うし、でもその復帰された後っていうのは、この気持ちの持ちようっていうのはもう全然吹っ切れて、プロレスに対してまた呼び戻されたので同じ努力をして、そうこうしてる間に吉本女子プロレスに JD 呼んでもらって、高知県選手でやってくれというふうに言われて、吉本興業で女子プロレス団体を作ったんですよね。プロレスが好きっていうのもあって、あと吉本がやってるっていうのもあったので、吉本だけではなくて3社ぐらいが一緒に出資して、それで新しい団体を作った、一応トップでやられてたね、ジャガー横田さん、バイソン木村、飛鳥さんもですか。飛鳥はフリーとして飛鳥さん、それであとクーガーですかね。クーガーは後からだけど、白鳥近く、あとリーユキもいたかな。最初初期のメンバーはそういう感じで、前者の辞めてた子ですかね、がまた復帰っていう形で作って、吉本で、そこからまた新しい子たちもどんどん増えていくわけですよね。それもジャガーさんが教えていったっていうことで、そうだね。今でもジャガーさんが興行を打つとかっていう時にはみんなその時に教えた後輩とかも、もちろん前者の後輩とかもみんな集まって試合したりとか、激励に来てますよね。もう本当に吉本女子プロレス亡くなってからもう20年経つんだけど、生誕20年の興行やったりするのよ。JD って吉本女子プロレス JD という名前で、先日も45周年への道っていうことで私の興行をやってくれて、ちょっと記念の大会をやってくれたばかりなんだけど、そういうなんか思いを持ってくれててね、ありがたいなと。ジャガーさんを見てる人たちっていうのは本当に現役の時の前者の時のジャガーさん、いろんなジャガーさんコーチがだったりとか JD とかって見てますけども、その中でのジャガーさんのこの気持ちの移り変わりっていうのはなかなか見ることもできないし聞くこともできなかったですけども、実際今こういうふうに聞いて今の活動を見ると余計に意味深というか意味深く伝わるものがいっぱいあったりとかして、でもやっぱりどんな時でも先ほど言われたように本当プロレスしかない、プロレスが大好きっていう気持ちが本当にやっぱり一番勝ちますね。そうだね、やっぱり2回引退復帰を繰り返して、吉本のプロレスを辞めた時も2回目引退したんだけど、引く時期だったので、その時
時にちょうどもう39歳だったかな、引退したのが、2回目の引退が。でその1年後に2回目の復帰をしてしまうんだけれど、その時にもう引退はしないぞという宣言をして復帰をした。なぜかというとやっぱどこにいてもジャガ横田ってレスラーで、だからそう思われるならレスラーでいようと思って、もう引退はしませんという言葉を言って復帰させてもらって、死ぬまでジャガ横田。そうね、だって私の家はこうプロレスのだから必ず。だったら大事にできる、立てるリングがあるうちは、動けるうちはということで、今現在もね、試合をやらせてもらってるんだけど、ずっと引退しないですよね。もう引退できないね。引退しないですね。まあだから試合ができなくなったらさりげにフェードアウトしていくという形で、フェードアウトみたいな形で、いやでもずっと見たいですね本当に。もう動けようが動け前がジャガ横田。そうなんだよね。動けない人がまあ名前まで言わないけど立ってるだけっていう人はいっぱいいるので、タッグで。それはどうですか。その立ってる姿がやっぱ一つの形だから、それはその人でいいと思うんだけど、動けなくなったらレスラーじゃないと私は思ってるので、受けられなくなったら、だからやっぱりあまり納得のいかない試合が多くなれば、もうフェードアウトする時なんだなっていうことを感じる時が近い将来なのかちょっとわからないけど、一日にやっぱり動いていくのでね、その中で自分の納得のいかない試合が多くなったら去っていかなきゃいけないだろうなというふうに思うかな。妥協して立ってるだけでも出てみるかっていうふうに考え方変わるかもしれないけどね。そうですよね。すごく嬉しかったのが、ジャガーさんの考え方が実はすごく柔軟で、いろんな経験をしたからこそ柔軟になっていってるっていうのがあるのと、やっぱ時代に合ったように今のレスラーとして立たれてると思うので、そこはすごくそうあってほしいと思います。これからの多分元から固い考え方なんだけど、年齢を重ねるうちにやっぱり柔らかくなるじゃない、誰でも。頑固じじいがっていうようなね、本当頑固ババアもやっぱ、自分がだらしなくなっていくと物の考え方も柔らかくなったりするので、それがまたどういう考え方に今後なっていくかは分からないけれど、ただここの一本のスイッチだけは変えたくないジャガ横田がいたりとかするので、そことのなんていうのバランスみたいなものを考えながらやっていくかな。両方見たいですね、やっぱり。そこがこう垣間見れると、また見てる方としてはすごく、ジャガーさん今すごい悩んでんじゃないかなとか、頑張ってるんだなとか、また違うことやろうとしてるとか、見てるだけでも本当に楽しいと思います。終わりにしたいんですけど終わりしたくないんで、もう一回聞いていいですか、他のことも。